こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は IKEA のおすすめ神7アイテムをご紹介したいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまず1つ目のアイテムはロースコグというワゴンになります。 IKEA の超人気アイテムなのですでに使っていらっしゃる方も多いかもしれません。我が家でもワークスペースでサイドワゴン代わりに使っていて重宝しています。こちらのアイテムのおすすめポイントはやはりデザインとカラーがおしゃれということです。カラーは子供部屋にぴったりなターコイズやピンクレッドの他に、大人っぽいテイストへ使えるグレーグリーンやキッチンにぴったりのホワイトなど、置きたい場所の雰囲気に合わせて選べます。そしてもう一つのおすすめポイントは使い回しやすいということです。IKEA の店舗でも至る所のディスプレイでこのワゴンをよく見かけますが、キッチン、子供部屋、洗面所など様々な場所で使い回せます。ではここで実際にロースコグを使った収納例についていくつかご紹介したいと思います。まずキッチンでの収納例です。毎日飲むお茶やコーヒー、処方薬などをさっと取り出せるように収納したり、増えがちなお菓子や食材などの収納に使ったり、意外と置き場所に困る根菜などの野菜の収納に使ったりしても便利です。また洗面所では収納場所に困る着替えやバスタオル、洗濯用洗剤などを収納するのに使ったり、リビングではつい置き場所がなくて床置きしがちなバッグの収納に使ったり、フックと組み合わせれば買い物した荷物の一時置きにも使えます。また少し前にロースフルトという一回り小さいサイズのワゴンも登場しました。高さが低いのでテーブル下に入れて隠して使ったり、ベッドやソファーの横でサイドワゴンとして使っても便利です。さらに各サイズのワゴンと組み合わせられるボードもあるので、こちらを使ってミニテーブル代わりに使っても便利です。続いて2つ目はフォルソーというテーブルランプです。我が家では子供部屋のデスクライトとして愛用しています。こちらのランプのおすすめポイントはとにかくコスパが抜群にいいということです。価格は定価2499円で、セール期間中だと2000円を切ることもあるお値段なんですが、全然安っぽく見えません。我が家ではかなり奮発して購入した憧れのアングルポイズというランプもあって、こちらだとフォルソーの10倍ぐらいのお値段がするんですが、インテリアにこだわりが少ない方だったらこれで十分というくらいパッと見そこまで差がないです。またカラーリングが絶妙だというのもポイントが高いと思います。ブラックやホワイトなどは比較的どこのお店でも見かけるんですけれども、私はですねこのくすんだブルーに一目惚れして購入しました。他にもダークレッドやゴールドのカラーもあって、他のショップにはないカラーリングがデザインにこだわりたい方にはぴったりだと思います。またこちらのファードというテーブルランプもおすすめです。これもお値段が2499円とかなりお手頃なんですが、そんなに安っぽく見えないので我が家もリビングに置いていますが、とても気に入っています。続いて3つ目はスクップという収納アイテムです。これは我が家でも愛用していまして、IKEA を代表する収納アイテムの一つとも言えます。スクップはいくつか種類が出ているんですが、一番のおすすめはボックス3個セット。そしてこちらの収納ケースも使いやすくておすすめです。逆にボックス6個セットは単品売りがないので、欲しいサイズのボックスが揃わないというのが難点です。使いづらいサイズのものが残ってしまいがちなので注意が必要だと思います。このアイテムのおすすめポイントは軽くて高い場所の収納にも使えるということです。プラスチック製のボックスですとちょっと下ろす時にですね危なかったりすることもあるんですけれども、これだと持ち手を軽く引いて出せるのでクローゼット上段などにもぴったりです。また持ち手が上だけでなく下まで届いているのも取りやすいポイントです。さらに表面が水拭きできる素材なのでキッチンや洗面所でも使えます。そして使わない時は畳んでおくこともできます。コンパクトに畳めると置いておいても邪魔にならないのが助かります。ではスクップを使った収納例についてもご紹介していきます。
クローゼット上段では使用頻度の低いバッグをまとめて収納したり、キッチンの食器棚の上でしたらかさばる食材やストック品の収納にも便利です。また奥行きの深い収納棚では手前と奥に区切れるので、手前にはよく使うタオルやバスマット、奥には使用頻度の低いレジャーシートといった使い分けも可能です。収納ケースには季節外の布団なども収納できます。立てて収納することもできるので、押し入れがないお宅はクローゼットに収納できます。蓋を閉めればほこりよけもできますので、ベッド下やソファー下のデッドスペースにも収納できます。続いて4つ目のアイテムはフェードラールというヌードクッションです。我が家では IKEA のクッションをずっと愛用していて、リビングにあるクッションは全部中身は IKEA です。このアイテムもやはりおすすめポイントはコスパが抜群ということなんです。低価格のクッションはポリエステル面を使っていることが多いんですけれども、こちら600円なのにちゃんとフェザーが入っています。フェザーが入っているクッションですと、無印良品ですと倍ぐらいのお値段がしたりですとか、ニトリでも800円ぐらいのお値段がするんですね。しかも無印ニトリよりもお安いんですが、重量は 150g ぐらい重たいので、その分、フェザーがしっかり詰まっていると思います。そしてもう一つのポイントは洗濯機でも洗えることです。洗濯可能で乾燥機にかけることもできますので、もし汚してしまっても安心です。IKEA ではですね、クッションカバーもかなり種類が豊富なので、その中でですね、私は個人的におすすめなものをいくつかご紹介したいと思います。こちらはグルクロッカというアイテムです。我が家でも愛用していまして、単色なので、合わせやすいんですけれども、素材感に一工夫がありますのでシンプルすぎないというところが気に入っています。続いてこちらはサネーラというアイテムです。ベロア素材が高級感がありまして、カラーバリも豊富なので色違いで組み合わせても素敵だと思います。こちらはですね、ジューブというアイテムなんですけれども、お値段がですね399円なので、これまたコスパが抜群だと思います。柄付きなので、無地より少しインパクトが出せると思うんですけれども、2色使いですので、合わせやすいかなと思います。サネーラと組み合わせていただいてもおしゃれなので、インテリア初心者でも複数使いの挑戦がしやすいと思います。続いて5つ目のアイテムはバリエラという収納ボックスです。こちらも IKEA の定番中の定番で、スクープと並んで IKEA では外せない収納アイテムです。サイズは大小2サイズありまして、大サイズは小サイズ2個分の大きさになっています。おすすめポイントとしてはやはりしっかりとした素材感とツヤです。100均などのですねボックスにはない高級感が出ていると思います。ホワイトが定番なんですけれども、これもカラーバリ豊富ですので、子供部屋などで色で分けたいといった場合にもカラーで選ぶことができます。ではバリエラを使った収納例についてもいくつかご紹介したいと思います。まずはキッチンの棚で使用している例です。色が揃うとすっきり見えますね。食材や調味料などの収納に便利です。また引き出しの中では仕切りとしても活躍します。さらに先ほどご紹介した和音と組み合わせて細々した小物を収納したい時にも便利です。続いて6つ目のアイテムは枕・布団カバーセットです。こちらはですね、我が家でも子供部屋で愛用しているんですけれども、結構ですね色柄が頻繁に入れ替わって、我が家で使っているものも今は廃盤になってしまっていますので、枕・布団カバー全体としてご紹介させていただきます。こちらおすすめポイントとしてはデザインがおしゃれなのに安いということです。セットで2000円以内で購入できるものが多く、デザインも北欧風で、これだけで寝室がおしゃれに見えるものも多いと思います。では今販売されているものの中で私は個人的におすすめなものを3つご紹介したいと思います。こちらはトレードクラッスラというもので、お値段が799円ととても安いのにデザインもおしゃれです。こちらはソングレルカというアイテムで1499円と、こちらも安いんですけれども、シンプルなのにですね存在感のあるデザインがいいと思います。こちらはクランスラムスというアイテムで、今はですね1999円から1499円の特別価格になっています。これもですねグリーンのカラーとストライプのデザインがいいんですけれども、生産終了品のようですので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。続いて7つ目のアイテムはリムパという収納ケースです。
こちらはですね、65センチ ×65 センチとサイズはかなり大きいのに399円と、とにかく安いんですね。でビニール製で肩掛けできる紐もついていますので、外に持ち出したいものの収納にも使えます。半透明なので家の中の収納に使う時にも中が見えますので分かりやすいと思います。ではリムパを使った収納例もいくつかご紹介していきます。まずはスキー用品など季節物のアウトドア用品です。たっぷり収納できてそのまま持ち出しもできます。続いてはぬいぐるみの収納です。ボックスに入れづらい大きいぬいぐるみもすっぽり入り、ほこりよけをしながら収納できます。そして先ほどご紹介したスクープの収納ケースと同様にお布団も収納することができます。スクープよりもこちらの方がお値段的には安いので、コスパを重視したいという方にはこちらもおすすめだと思います。いかがでしたか？ご自宅で使えそうなアイテムのヒントは見つかりましたでしょうか？最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。